おはようございます。ジンギター工房の神谷です。いつもご視聴ありがとうございます。本日はネックポケットの SIM について、少し深掘りをした話をしたいと思います。先日もネックポケットの SIM については、ないに越したことはないんですけれど、調整においては有効な手段ですというお話をしたんですけれど、実際どのぐらいの厚みの SIM をネックポケットに挟めば、どのぐらい原稿が変化するのかとか、SIM をですね、使う際に注意しなければいけない点をお話ししていきたいと思います。ネックポケットに SIM を挟むシチュエーションっていうのは、ブリッジサドルを限界まで低くしたにもかかわらず、原稿がまだまだ高いっていう状態。もしくは、その逆もありますけれど、大抵はブリッジサドル限界まで下げても原稿が思うように低くならないっていう状況が多いです。もちろんネックは大前提としてまっすぐに調整してあることが前提なんですけれど、ネックのポケットに SIM を挟むことによってネックの角度が少し角度がつきますよね。で、そうすることによって結果原稿が低くできるっていうそういう原理です。まず私が使っているSIM の種類 0.3mm、それから 0.5mm、0.8mm、それと 1mm、この4種類のプラスチックのプラ板ですねを用意してます。プラモデル屋さんとかそういうところで売られてるんですよね、こういう板って。一番よく使うのは 0.3mm と 0.5mm ですね。イラストレーターで実寸大のモデルを作って何ミリの SIM を入れた時に原稿がどのぐらい変わるかっていうのをシミュレーションしてみましたので、それを見ながらお話をしていきたいと思います。まずですね、SIM なし。これ実寸大で、作ったんですけれど、スケールは 647mm ですね。いわゆるフェンダースケールです。ここが、ナットで、ブリッジサドルの頂点。ここが、647mm スケールの位置ですね。これが弦ですね。ここちっちゃく見えてるこのフレットは、約 1mm のフレットにしてます。このように弦を張って計測したところ、原稿が 3mm あります。まず 0.3mm ネックポケットに約 0.3mm の SIM を挟んだとします。そうすると、ネック自体に角度がつきます。で、この時に12フレット上でどれだけ原稿が下がったか見てみましょう。約 2.5mm ですね。約 3mm の原稿があったところ、ネックポケットに 0.3mm の SIM を挟むと、原稿が 2.5mm、つまり 0.5mm、原稿が下がったことになります。では次、0.5mm の SIM、0.5mm の SIM を挟みました。そうすると、原稿は 2mm になりました。最初の原稿が 3mm で、0.5mm の SIM をネックポケットに挟むことによって約 1mm 原稿が下がります。で、次は、0.8mm ですね。で、ここまで来るとネックに角度がついてるのが目で見てもわかると思うんですよ。で、このようにした場合に 0.8mm の SIM を挟むと今度原稿は、1.5mm になりました。で、このようにですね、具体的にどのぐらい原稿が下がるのかっていうのがわかりますので、一つの基準になりますよね。はい。それで、だいたい今何ミリの SIM を挟めばどのぐらい原稿が下がるっていうのは分かったと思います。で、ただネックポケットの底面、ネックポケットのその面ですね。そこの部分の精度にもよるので、割とあそこいい加減なものは結構ガタガタしてたりするんですよ。塗料がかなり乗ってたりとか、平坦じゃない場合があるんですね。ですからそういった部分も絡んでくるので、一概に、0.3mm の SIM を挟んだら、何ミリ下がるとかっていうのは参考までに捉えてください。ネックポケットに SIM を入れる際に、もう一つ重要なことがあります。図を書いてみたんですけれど、これが SIM ですね。かなり誇張して書いてあります。
シムを挟むということは、ネジをこう、ギュッギュッギュッとこう、締め付けるじゃないですか。そうすると、ネックはこっち側に引き寄せられますよね。ぴったりこうくっつこうとします。ここのシムとこのボルトの距離が離れれば離れるほど、ここのネジをグッと締めた時に、この部分にかかる力が強力なんですよ。なんとなくわかりますよね。この部分には支えがないので、ネックがですね、極端な話、少しこういう風になるんですね。最初、ネックを取り外した状態で、スケールでこう問題ないなと思って、何も廃置きとか、そういうフレットの高さのばらつきとかないなと思って確かめた上で、いざシムを挟んだ上で、ネックをこうセットすると、少しこう湾曲してしまうことが稀にあります。ここのネジの部分とシムのところの距離が離れてれば離れてるほど影響を受けますね。ネックポケットにシムを挟む際は、よく工場、出荷状態というか、多くはですね、ネックポケットの一番奥側にぴったりくっつけるような形でシムを挟んでる場合が多いんですけれど、私の場合は、ここではなくて、この部分にシムを挟むか、もしくは、ネジとネジの間にシムを挟むことも。で、このようにすると、いくらここで力を加えようと、ネックがこういう感じで反ることはないので、ネックに変な力がかかんないっていうことになります。あとは何だろうな。シムは厚くなればなるほど、ここに空間が空いてくるので、あんまり厚めのものをシムを施すっていうのは良くないです。例えばもう本当に1ミリとかぐらいの厚みの、シムを入れなきゃいけないっていう時は、お客さんと相談をしてなんですけれど、そもそもこういうシムはもう諦めて、ネックポケット全体を覆うような、こういう形の薄い板ですね、を、製作してネックポケットに敷きます。で、割とこの手の問題はですね、どっかで売られてるネックを、例えばワーモスとか、このボディに取り付けてください。要はネック交換の依頼ですね。で、皆さん、このネックはストラトに合いますっていう風に謳われてて、で、それを信じて買うんですけれど、経験上約8割、9割、もうほぼぴったり合うことってのはまずないです。で、大体運が良ければ、何も加工しなくて取り付けができましたねっていうぐらいですね。はい、ということでいかがでしたでしょうか。最近ですね、もう非常に問い合わせも多く、あと修理の依頼品も数多くいただいています。ありがとうございます。動画のアップはかなりちょっとペースが最近遅れてるんですけれど、この編集とか、動画の制作に時間を取られて、お客様に迷惑をかけてもいけないので、なかなか時間が取れずに申し訳ないと思っております。ということで、今後ともよろしくお願いいたします。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。それでは。